お前が企画した社員旅行なんて誰が行きたいと思う？行くのはお前だけだ。社員旅行当日、集合場所に集まったのは俺だけだった。俺に企画を任せた課長は集合時間を過ぎても集合場所に現れない。それどころか一緒に行くはずの社員たちも誰一人としてやってこない。代わりにかかってきた電話で告げられたのは、俺は今部署の連中と社員旅行中だというありえない一言。続けて課長は、まあお前が土下座して頼んだら言ってやってもいいぞ。ほらテレビ電話に切り替えろ。お前の土下座をみんなで見たいからな。と笑いながら言ってきた。この時俺の中で何かが切れた。もういい。すべて終わりにしてやる。俺が課長にある事実を突きつけると、課長は顔を真っ青にさせるのだった。俺は山口正人。今年で31歳になる会社員だ。俺の実家は母子家庭だった。母は自分を犠牲にして俺を育ててくれたけれど、周りの家庭と比べると生活は苦しかった。当時俺たちが住んでいたのは小さな団地だった。同じ学区には高級住宅街があり、俺はその金持ちの子供たちからいじめのターゲットにされていた。下駄箱の靴を隠されるのは日常茶飯事。俺の机と椅子は教室の外に投げ出され、教室で勉強するなんて生意気だ。そうだそうだ、お前が教室にいると貧乏が映る。なんてあからさまに言われる日々。母が苦労して稼いだ金で買ってくれた筆箱は壊され、おい、こいつこんな短い鉛筆使ってやんの。大切に短くなるまで使っていた鉛筆もどこかに放り投げられた。悲しくて教室で泣いていたこともあったけれど、そんな俺に手を差し伸べてくれる人は誰もいなかった。先生たちも金持ちの子供たちの親には頭が上がらないのか、俺へのいじめはないものとして扱われた。悔しかったし辛かったけれど、母に心配をかけたくなかった俺は毎日元気に学校へ行っているふりをしていた。休み時間は図書室にこもり、蔵書を読み漁った。中学に入るといじめはますますエスカレートした。小学校の図書室で得た知識で、いつの間にか俺は金持ちの子供たちよりも勉強ができるようになっていたらしいのだ。最初の中間テストで学年で10番までに入り込んだ俺は目立ってしまい、他の小学校からやってきた生徒たちからも目をつけられることになった。おい、廊下の真ん中を歩いてるんじゃねえよ。ただ廊下を歩いているだけで後ろから飛び蹴りをかまされることもあった。お前にはトイレ掃除がお似合いだな。そんなことを言われてトイレに閉じ込められたこともある。開けてよ、開けてよ。入り口の扉をどんどんと叩くけれど、帰ってくるのはあからさまに悪意のある笑い声だけだった。床に這いつくばって土下座しろよ。そうしたら開けてやらなくもないぜ。そんな悪魔のような時間ばかりが過ぎていく。学校生活で楽しかった思い出なんてなかった。前の席から回されてくるプリントは毎回破られていたし、あからさまな悪口が書かれていることもあった。先生だって気づいていないわけじゃないんだろうけど、リーダー格の親は地元でも有名な金持ちだったからか、小学校の時と同じように見て見ぬふりをされただけだった。そんなことがあっても母に心配をかけたくなかった俺は必死に毎日中学に通っていた。マサト、制服破れてるんじゃない？体育の授業中に更衣室に置いておいた制服がハサミで切り裂かれていた時には、さすがに母に気づかれそうになってヒヤッとした。帰り道に探検してたら木に引っ掛けちゃったんだ。そうなの？うん、裁縫セットも持ってるし自分で直せるから大丈夫だよ。母にだけは気づかれてはいけないと、今思うと無理のある嘘をついていた気がする。中学が小学校よりマシだなと思ったことは、放課後のいじめが少なくなったことだ。中学では定期テストもあるし、高校受験のための勉強もしなくてはならない。金持ちの子供たちが塾に通い始めたおかげで、放課後に絡んでくる奴らは少なくなったのだ。もちろん母子家庭の我が家が塾に通える金があるわけもなく、俺は相変わらず図書室にいた。勉強に没頭していれば嫌なことは忘れられたし、何より成績という結果につながるのは気持ちが良かった。
いい成績を取ればいい高校、いい大学に進学できる。いい大学を出ればいい企業に就職できる。女で一つで俺を育ててくれている母に俺ができることといえば、大人になった時に母に恩返しをすることだと思う。母さん、将来は俺がいい暮らしをさせてあげるからね。家ではそんな大口を叩いて母を笑わせ、学校でのいじめを悟らせないようにしていたっけ。そして中3の時には学年1位の成績になり、地元で一番の進学校に進学。そこでも勉強を頑張り続け、難関と言われている国立大学に進学することができた。この頃になると、俺もアルバイトで稼ぐことができるようになり、暮らしぶりも安定してきた。小さい頃はあまり遊びに行けなかったこともあり、コツコツアルバイトでお金を貯めてはバックパック一つで国内外のいろんなところに旅をするのが俺の趣味になった。本に書いてあった国を自分の足で訪れるのは物語の世界に足を踏み入れたような感じで気分が高揚する。それにお金のかかるパッケージツアーとは違い、自分で現地までの足を手配したり、その日に泊まる宿を予約したりすることで、ツアーでは味わえないことができるのが一人旅の醍醐味だ。その日の気分で泊まる宿を変えたっていいし、行き先の変更も思いのままだ。旅行中にやりくりしたお金が余れば、母にちょっといい土産を買って帰ることもできる。同じように旅行に来た日本人と現地で仲良くなって一緒に旅行に行くこともあったっけ。幼少期にあまり友達のいなかった俺にとって大学生活はとても楽しかった。そんなある年の夏休み明け、自分と同じようにバックパックを背負って授業に参加している女の子に出会った。彼女は真夏のタイを1ヶ月かけて旅行し、帰ってきたその足で授業に参加したらしい。同じく旅行好きの俺とはものすごく気が合い、すぐに意気投合。次の旅行の計画を一緒に立てるまでになった。次の休みはそんなに長くないから、近場の韓国とかどう？いいね。辛いもの食べまくろう。親睦を深めれば深めるほど、俺は彼女の着飾らない魅力に惹かれていた。面白いことに俺たちは2人とも小学生の頃にとある世界を旅して回るシリーズの本に夢中になっていたらしい。俺がその本に載っている国の話をしたら彼女も行きたいと言ってくれ、2人で長期休みの旅にバックパックを背負って旅をした。いつの間にか俺たちは大学を卒業する時期がやってきたが、俺はその後も彼女とはお付き合いを続けた。就職活動もうまくいき、会社員としての仕事も板についてきた数年前、俺は彼女にプロポーズをしてゴールイン。今は2人の子供にも恵まれ、慌ただしいけど幸せな日々を送っている。母も余裕のある暮らしをしてもらえるようになった。10年後、とあることがきっかけで俺は新しい会社に転職した。そこはアパレルブランドで実店舗をいくつか持つ会社だった。俺はメンズブランドを統括する部署に配属されたのだが、この部署、とにかく課長の態度が悪い。机の上に足を組んで座り、仕事中も会社の PC でネットサーフィンばかり。大事な会議の時間になっても席から動こうとしないので、古川課長、そろそろ来月の売上目標を決定する会議が始まりますが、と声をかけると、会議？俺は今忙しいんだ。そんなものはお前が出ておけ。と言ってくる。大事な会議は自分の気分次第で欠席。昼休みは1時間と規定されているにもかかわらず、毎日2時間近く戻ってこない。さらに、課長、A 店舗から新作の追加発注が来ていますが、承認してもよろしいでしょうか。A 店舗？ダメだダメだ。あそこの発注担当はこの前、この俺に文句つけてきたんだ。そんな奴がいる店舗には新作の売れ筋商品なんて送ってやらんでいい。会社の売り上げを左右する店舗にまでこんな態度を取る。しかし A 店舗の売れ行きは好調ですが、新作なんてどこの店舗でも売れるんだ。他の店舗に回す分しかないとか適当なことを言って断っておけ。この課長は一体何を考えているんだ。それに課長の上長であるはずの部長も課長の態度は見て見ぬふりだった。課長、
我が社の旗艦店である A 店舗の発注にはできるだけ応えるべきだと思います。新作の在庫にはまだ余裕がありますし。どうしても彼の態度に黙っていられず、俺はつい口を出してしまった。すると課長は俺をじろりと睨みつけ、上から下まで舐め回すように見てきた。ああ、中途採用の平社員がこの俺に意見するのか。部署にいる社員たちの視線が一斉に俺に集まった。これまでどんな会社でどんな立場にいたのか知らないが、この部署では俺が上長、俺が課長だ。俺の決定に口を出すんじゃない。一時が万事こんな感じで仕事にならない。どうもおかしいと思っていたが、他部署の社員の間でも古川課長は有名人だった。休憩時間に偶然居合わせた他部署の社員が教えてくれたところによると、どうやら古川課長は我が社の古川常務の一人息子らしい。年齢がいってからできた子で、常務の息子への愛が半端ではないそうだ。彼に反抗するとすぐに常務に報告が行き、社内評価がぐんと下がるとのこと。どうやら俺は入社してすぐにもかかわらず彼に意見したのが気に食わなかったのか、目の敵にされてしまったようだ。あの後から日常業務の連絡さえ回してもらえず、急な予定変更があった時にも連絡をすっ飛ばされた。部署の社員たちは部長も含め彼の言いなりなのか、みんな俺と目を合わせようともしない。ああ、山口、お前ちゃんとしたスーツも持ってないのか。ダメだな、中途で採用されるような平社員は。なんだか子供のいじめをされているみたいな態度を取られることも増えた。課長の言いなりの社員たちはみんな俺の方を見てクスクス笑っている。お前みたいなやつがうちのメンズブランドの服を取り扱ってるなんて知ったら売り上げがガタ落ちだ。社内ですれ違えばこうして嫌味を言ってくる。そんな居心地の悪い日々を送っていたある日、部署で社員旅行の企画が持ち上がる。毎年社内でいくつかの部署に経費があてがわれるのだが、今年は俺たちの部署の番だそうだ。ああ、山口、今回の社員旅行お前が手配しろ。その日は珍しく古川課長の方から俺に話しかけてきた。え、俺がですか。そうだ、確かお前旅行好きだっただろ。ええ、まあ若い頃はよくいろんなところに行ってましたが、それなら予算内で最高に楽しめるところを企画できるはずだよな。期待してるからね。どうやら今日は課長の機嫌がいいらしい。目の敵にしていた俺に期待しているなどと言うなんてずいぶん珍しいじゃないか。それにしても社員旅行か。最近は家族みんながそれぞれの生活に忙しくなって旅行にも行けていなかったな。久しぶりに旅行雑誌を読んで日頃の疲れを癒せるような旅行を計画しようかな。張り切った俺はいくつかの旅行雑誌を読み漁り、隣県の温泉施設に目星をつけた。特急列車の予約と宿の予約を取り、ちょっとしたお楽しみ企画も作り課長に報告する。なかなかやるじゃないか。課長はいつになく上機嫌で俺を褒めた。いつも俺とは目を合わせない同僚たちもこの時は俺の旅行企画を見て、さすがだな、俺楽しみになってきたよと和やかに話しかけてくれた。この社員旅行がきっかけで部署の人たちとの距離が少し縮まるかもしれない。俺はそんな淡い期待を抱いていた。そう、この時までは。社員旅行当日、久しぶりの旅行、それも自分が企画した旅行とあって年会もなくワクワクしていた俺は集合時間の30分も前に駅に到着した。もちろんまだ誰も来ていない。旅行中の流れを頭の中でシミュレーションしながら同僚たちを待つ。まずは特急列車で富士山を見ながら目的地の最寄り駅まで向かう。そこから手配したバスに乗り換えていくつかの観光地を巡り、宿に到着。夕食は宴会場で、夕食前に温泉に入ることも可能とアナウンスしておくか。そんなことを考えているうちにそろそろ集合10分前だ。最初にやってくるのは誰だろうか。課長が気分で遅れてきたらどうしようか。しかし待てど暮らせど誰も姿を現さない。それどころか集合時間を過ぎても
誰一人として部署の社員の姿が見当たらない。あまりに楽しみすぎて俺が日付を間違えてしまったかなんて思って確認したけれど、日付も時間も今日で合っている。その時、俺のスマホの着信音が鳴った。課長からだ。もしもし。やあ、山口。集合場所にはちゃんと着いたのか？はい。課長は今どこにいるんですか？もう集合時間を過ぎていますが。電話口からはガヤガヤとした音が聞こえてきている。どこか人の多いところにいるようだ。俺は今、部署の連中と社員旅行中だ。どういうことですか？思わず聞き返してしまった。社員旅行中？課長は俺に社員旅行を企画させたはずだったが、中途採用の平社員が企画したようなしょぼくれた旅行なんて誰が行きたいと思う？行くのはお前だけだ。電話口の後ろの方から笑い声が聞こえてきた。どうやら部署の他の連中もみんな課長と一緒にどこかに行っているようだ。どこまでも舐めた態度を取る課長だな。俺たちが行かないとなると手配した宿などにも迷惑がかかるよな。会社の面目も丸つぶれだ。責任を取ってお前がしっかりキャンセル料を払っておけよ。声だけでも課長の顔がにやついているのがわかる。まあ、お前が土下座して頼んだら言ってやってもいいぞ。ほら、テレビ電話に切り替えろ。お前の土下座をみんなで見たいからな。課長は大きな声で笑いながらそう言ってきた。この時、俺の中で何かが切れた。もういい。すべて終わりにしてやる。俺は、土下座はしませんし、こっちに来なくて大丈夫です。全員解雇するんで。と冷たく言い放った。は？課長はよくわかっていない声を上げていたが、俺はそのまま通話を終了した。後日、会社から正式な解雇通知が部署の社員全員に出された。通知者欄は代表取締役社長である山口隆の名。ありふれた名字で社員たちは皆気づかなかったみたいだが、社長は俺の妻の父親だ。俺は結婚の際に妻側の名字に変更している。俺の妻はサバサバとした性格で着飾らない人だ。そんな彼女に好意を持って付き合いを続け、そしていざ結婚の挨拶をしに実家を訪れた時、俺は初めて彼女が社長の娘であることを知った。幼少期の壮絶ないじめを体験してきた俺にとって、金持ちというのは一番近づきたくない人たちだった。正直なところ悪いイメージしか持っていなかったため、ひどく動揺したのを覚えている。けれど彼女の家族は母子家庭で育った俺を温かく迎え入れてくれた。いじめの件も包み隠さず話したところ、ひどく同情してくれ、そんな逆境の中でも諦めずに努力した君は本当に偉い。胸を張って生きなさい。とまで言ってくれたのだ。金持ちの中にもこんなにいい人たちがいるんだと思った瞬間だった。妻と結婚した後も社長家族とは良好な関係を築いていた。そして俺が40を目前に控えた頃、社長の方から次期社長候補として我が社に来てほしいと声をかけられ、考えた末にそれを承諾。その際、会社の膿を一掃したいと考えた俺は、一番業績の悪い部署に配属してほしいと社長に持ちかけた。そうして配属されたのが今回の部署だったというわけだ。今回の解雇通知で社長の名前を改めて知り、俺との関係を理解した社員たちも多かったようだ。だが、課長は解雇通知を受け取ってもなお俺に凄んできた。てめえ、俺の親が誰だか知ってるんだろうな。この会社の常務様だぞ。なるほど。これまでもこうしてトラブルがあるたびに父親の名前を出してはかばってもらっていたというわけか。古川課長、あなたに関しては部内での嫌がらせ行為以外にも報告が上がっています。あなた、経費を水増し申請して浮いた分のお金を横領していましたね。会社の費用を私的な旅行や交際に充てていたという証拠もあります。ですから、あなたの場合はただの解雇ではなく、懲戒解雇に該当します。俺はあくまで冷静に課長に告げた。親父に言いつけてやる。
課長は顔を真っ赤にして怒鳴り散らして部署を後にした。そして課長はどうやら本当に親である常務に言いつけたらしい。俺のスマホに常務から直接電話が入った。君が山口くんかね。はい、そうですが。息子から聞いたんだがね、君は中途採用で最近採用されたばかりにもかかわらず、上司である息子に意見をし、部署内のチームワークをかき乱しているらしいじゃないか。一体どういう報告をしたらそんな話になるんだ。俺はため息をついて訂正した。俺は課長の職務態度について指摘をしたまでです。部内のチームワークをかき乱し、社内に損失を与えたのは古川課長の方ですが。そんなことあるはずがないだろう。それに君、うちの息子に懲戒解雇を言い渡したそうだね。そんなことが許されると思っているのかね。言葉尻は丁寧だけれど、スマホを耳から離しても聞こえるような大声で怒鳴りつけてくる常務。君は私が誰か分かっているのか。この会社の常務だぞ。今すぐ息子に土下座して謝罪し、解雇を取り消しなさい。それはできません。そもそも解雇通知を出したのは社長ですので。この人には話しても無駄だ。そう思った俺はそのまま通話終了ボタンを押した。今までも課長の不祥事はこうやってもみ消してきたのだろうか。自分の子供の話だけを鵜呑みにし、相手に怒鳴り散らすような親だから課長もあんな風になってしまったのかもしれないな。その後、すぐに常務から社長に直談判があったらしい。今回のことはちょっとした行き違いだった。息子にも考えがあってのことだった。と、最初は課長を擁護する言葉を並べ立てていたようだ。それでも社長が頑なに決定を覆さなかったことにしびれを切らしたのか、中途採用の社員と長年共に働いてきた自分のどっちを信じるんだ。俺の息子の将来が潰れたらどうしてくれるつもりだ。と、息子可愛さに社長にまで怒鳴り散らしたのだとか。これには社長も驚き呆れ返ったという。そして俺からの報告を受けていった社長は常務の申し出を断り、さらに息子の非を詫びようともしない常務に対しても処分をすると話したそうだ。常務は顔を真っ青にして社長の前から退散したのだとか。俺や社長は社の決定を覆すことはなかった。古川課長は懲戒解雇となり、父親である常務は子会社へ左遷が決まった。子供の頃から親の庇護の下でやりたい放題生きてきた課長は次の仕事を見つけることができず、自宅でくすぶっているらしい。彼が何か悪いことをしても、周りの大人は親である常務の顔色を伺って注意をしてこなかったのだろう。常務も自分の子供可愛がりで何でもかんでも許してきた結果、本当の人間関係や仕事のやり方などを学べなかったのではないだろうか。生まれながらにして恵まれているのに、それに甘んじて何も経験してこなかった。いや、させてもらえなかったんだろう。自分の家が金持ちか貧乏か、生まれ先を選ぶことはできない。けれど、どんな大人になりたいか、どんな風に生きていきたいか、その先の未来を選ぶことは誰にでもできる。努力をすれば誰だって幸せになることができるし、お金では買えない大切なものを得ることもできる。今いる自分の環境が辛くて苦しい時もあるかもしれない。だけど、そんな環境に悲観することなく、やりたいこと、頑張りたい目標に向かってひたむきに努力し、学ぶ姿勢を忘れないことで、きっと未来は良い方向に開けるはずだ。子供の頃に比べたら、俺は今恵まれた環境にいると思う。だけど、今いる立場や環境に甘えることなく、これからも自ら学び続ける姿勢を忘れずに生きていきたいと思う。いいからお酌しろよ。客の要望に応えられねえっつうなら、金払わねえぞこら。俺らを誰だと思っている。桜山組だぞ。俺が働いている料亭に来た柄の悪い男たち。同僚のすみれに酌をしろと脅し、食事代も踏み倒そうとしていた。やめてください。彼女から離れろ。たけるくん。俺はすみれをかばって男たちの前に出た。しかし、すみれは怯えているかと思えば、平然とした顔をして、見かけない顔ね。とつぶやき、
どこかへ電話をかけた。この数分後、男たちは成敗を受けることになるのだった。俺の名前は鎌田健、20歳。高校卒業後、料理人を目指して専門学校に通った。卒業して調理師免許を取ったからといって、すぐに料理人になれるわけじゃなくて、高級料亭花川の厨房に入って修行中の身だ。料理人の世界は厳しい。もうすぐ半年経つけど、未だに小鉢一つ作らせてもらえない。ひたすら皿洗いと野菜の下ごしらえ。おい、まだ皿洗い終わってないのかよ。ゴミ袋も全部変えておけよ、のろま。はい、今やります。すみません。または先輩にこき使われて雑用に追われる毎日。一番下っ端だからしょうがないというのもあるんだけど、同期がもう一人いて、そいつは要領がいいからきつい仕事は俺に押し付けるようにうまく立ち回っている。二人で失敗した時も俺が悪かったようにされたり、俺は昔から要領が悪くて、気の弱い俺は逆らうことができず、貧乏くじを引くことが多くて、体力だけじゃなくて精神的にもきつい。そうした日々を何年も重ねて少しずつ技術を学んで、ようやく料理の一つを任されるようになると言っていた。花川のような高級料亭とまではいかないけれど、いつかは俺だって自分の店を持ちたい。そんな夢を抱いている。厳しい修行に耐えて頑張っているのは夢を叶えるため。でも俺が頑張れるのはそれだけじゃなかった。男ばかりの厨房と違って、ホールは着物姿の女性たちが仲居として働いている。俺は一人の女性がずっと気になっていた。彼女の名前は山崎すみれ。同じ日に花川に入ったのをきっかけに自己紹介し合って同い年だと知った。山崎すみれです。よろしくね。すみれさんですね。俺は鎌田健です。すみれでいいよ、たけるくん。同期ということで、すみれは俺によく話しかけてくれたので、次第に仲良くなっていった。手が空いていると、すみれは厨房の雑務も手伝ってくれた。たけるくん、ここの洗い物私やっちゃっていい？あ、ごめん、今やるよ。いいよ、ちょうどお客様落ち着いたところだから、二人でやった方が早いでしょ。ありがとう。ふふふ。その代わり、今度ジュースおごってよ。うん。すみれは怒られて落ち込んでいる俺を励ましてくれることもあった。たけるくんの仕事って、みんなの縁の下の力持ちみたいなものだと思うの。だから、絶対見ていてくれる人いるし、感謝される仕事だよ。実際に、たけるくんがお休みの日は、厨房いつもよりバタバタしてるもん。そっか。そうだよな。すみれと話してるとなんか元気出るよ。いつもありがとう。やだ、恥ずかしいからそんな風に言わないでよ。だってほら、私たち同期じゃない？一緒に頑張ろうよ。ね。俺、今度小鉢を教えてもらえるんだ。そうしたら、すみれ食べてくれる？いいの？ありがとう。楽しみにしてるね。ただ、私の評価は辛口だからね。たけるくんだからって容赦しないからね。覚悟しておいて。はい。すみれは明るくハキハキしているところがいかにも接客向きだ。理不尽なクレームを入れる客にも毅然とした態度を取れる。可憐な容姿も相まって店やお客様からも愛されていた。だから同期ってだけで俺だけが特別なわけじゃないんだけどね。それでもきつい職場ですみれが俺に希望を与えてくれているというか、まさにオアシスのような存在と言えるんじゃないかな。ある日のこと、複数の団体客が来てすごく忙しかった。厨房だけじゃなくて仲居たちも大忙し。すみれもいつもより遅い時間まで働いていた。だから俺は気になったんだ。厨房のゴミを捨てようと裏口から出た時、近くの道路に黒塗りの車が止まっていた。窓にはスモークが貼られていて、中が見えないようになっている。ある特殊な家業の人たちが乗っているような。店に戻ろうとした時、ちょうどすみれが仕事上がりで出てくるところだった。
さすがに今日は疲れ切った顔をしていた。お疲れ様。悪いけど先に上がるね。お疲れ様。あのさ、どうしたの？そこに怪しい車が止まってるから気をつけた方が。ほら、もう暗いし人通りも少ないからさ。俺は道路から見えないように小さくジェスチャーしたというのに、すみれはわざわざ道路に近づいていってしまう。いくら夜だからといってじろじろ見ていたら難癖つけられるかもしれない。ハラハラしていた俺に対してすみれはあっけらかんとした顔で言った。ああ、大丈夫だよ。心配してくれてありがとね。一体何の根拠があって大丈夫なのか。俺は気になったが、ちょうどその時に裏口から先輩に呼ばれてしまい、後ろ髪を引かれる思いで店に戻ったのだった。花川は高級料亭であり、来る客も富裕層が多い。金持ち喧嘩せずという言葉を聞いたことがある。味にうるさいが、わざわざトラブルを起こすような客はめったにいない。だけど、その日やってきた団体は異様だった。柄が悪い身なりの若い男ばかり10人ほど。チンピラとか、半グレとか、ドキュンとか、そんな集団。わざわざ個室に案内したというのに、バカみたいに騒ぐ声が厨房まで聞こえた。どうにかならないかしら。私あそこの個室配膳したくないわ。案内をした仲居の一人が愚痴をこぼしているのが聞こえた。いくら柄が悪くても、お客様としてきちんとおもてなししなければならない。その集団だけに関わってはいられない。というか、他の客から苦情が寄せられて余計に忙しくなっていた。だから俺も配膳に駆り出されていた。おい蒲田、お前も料理持ってけ。あ、はい。俺はすみれが気がかりだった。従業員の中でも若くて美しいすみれが連中に目をつけられたらと思うと、俺が配膳に出た時、すみれの姿が見当たらなかった。悪い予感がした俺は配膳を終えた後、わざわざ遠回りした。問題の個室に近づいたところで怒号が聞こえた。だから、酌をしろって言ってんだろ？うちはそういう店ではありませんので。あん？従業員の教育がなってねえな、この店は。客の要望に応えられねえっつうなら、金払わねえぞこら。俺らを誰だと思っている。桜山組だぞ。男の一人が今にもすみれに掴みかかろうとした。俺は頭に血が上ってしまった。後先考えずに飛び出していた。やめてください。なんだお前。たけるくん。複数の男たちに凄まれているのに、すみれは平然としていた。そしてすみれは桜山組と首をかしげて何か考えていた。俺は生まれてこの方、暴力沙汰には無縁だった。すぐ暴力を振るうような奴は大の苦手だった。だから正直怖かった。でも目の前ですみれが暴力を振るわれようとしていて、指をくわえて見ているなんてできなかった。邪魔だ、どけ。どきません。店の誰かが来るまでの時間稼ぎでもいい。すみれを守るんだ。なんとか踏ん張っていた俺だけど、相手の力にはかなわなかった。胸ぐらを強い力で掴まれた挙句、投げ飛ばされてしまった。廊下の柱に頭がぶつかり、目に火花が散った。たけるくん、大丈夫？すみれが駆け寄ってきたようだ。ぶつけた後頭部がジンジンと痛んだけど、すみれが手でさすってくれているのが嬉しかった。気分がそがれたぜ。あれだけ騒いだのだから当たり前だろう。いつの間にか周りに人が集まっていたようだ。気まずくなった男たちは、見せもんじゃねえよと毒づいて個室に戻ろうとしていた。それより俺はすぐ近くですみれがブツブツ言っているのが気になった。まるで相手の男たちを咎める口調のようで、まさか今から文句を言いに行かないよな。心配していたら、すみれはスマホを取り出して電話をしていた。警察でも呼ぶのだろうか。俺がすみれに介抱されている間、集まった人たちも散っていた。個室に戻った男たちは、もっと酒持ってこいなどと騒いでいる。傍若無人ぶりは変わらない。俺も早く仕事に戻らなきゃと思ったのだけど、
すみれが何かを待っているようなので気になって戻りそびれていた。そこにやってきたのが黒いスーツにサングラスの男たち3人。彼らを見た瞬間、おぞけが振るった。俺からすると先ほど凄まれた時も怖いと感じたけれど、それは学校の不良に近いもの。やってきた黒スーツの男たちは明らかに違う。彼らに近寄ってはいけない。そう感じる凄みがあった。驚くことにすみれは自分から近づいていった。なんと黒スーツの男たちはすみれに向かってお嬢と言って頭を下げる。俺は何が何だかわからないまま。すみれは騒がしい声が聞こえてくる個室を指さして何事か言っていた。おそらく一番偉いであろう真ん中の男が険しい表情に変わったのがはっきりわかった。黒スーツの3人はすぐに個室に向かった。そこからはまるで喜劇のようだった。桜山組の名前を語ったのはお前らか？見ねえ顔だな。お前らどこのものだ？ちょっと外で話聞かせてもらおうか。桜山組の名前を語ったからには覚悟はできてるんだろうな。どうやら個室にいた10人の男たちはヤクザではなかったようだ。桜山組を語って食いまくり、金を払わずに出ていくつもりだったらしい。だけどそこに本物の桜組の組員が登場した。さっきまで威勢のいい声を張り上げていたのが情けない悲鳴に変わった。本職を相手に名を語って許されるわけがなく、男たちは迷惑料込みで料金以上の金を払わされた挙句、組員にどこかへ連れて行かれてしまった。なぜ俺がそんな事情を知ったかというと、よかった。桜山組が仇の人に暴力を振るったわけじゃなくて。胸を押さえて安堵したすみれに恐る恐る聞いてみると、彼らは本物の桜山組組員であるとはっきり言った。桜山組を名乗っていたが、すみれは彼らを見たことがないので、本物の組員に確かめてもらったという。なぜすみれが桜山組を知っていて、なおかつお嬢と呼ばれていたのか。それを聞く前にマネージャーがやってきて、すみれは事務所に連れて行かれてしまった。もしかしたら、すみれは。その日以来、すみれが店に出てこなくなった。すみれは今まで無断欠勤などしたことはない。体調を崩したのだろうか。俺はどうしても気になってしまった。厨房の先輩たちに聞いても知らないという。もやもやした気持ちを抱えた俺は、店が始まる前、事務方を仕切っているマネージャーを捕まえて聞いてみた。すみれの件だというと、マネージャーは険しい顔をして事務所に俺を連れて行った。そこで知ったのは、すみれ自身が辞めると言い出したこと。先日の騒ぎを覚えているだろう？実は彼女は桜組組長の娘だというんだ。店に迷惑をかけた以上、自分がここにいるわけにはいかないと。悪いのは騒ぎを起こした連中じゃないですか。すみれが辞める必要ないのに。そうだろうけどな。彼女なりの筋というものがあるのだろう。私としては山崎くんの働きぶりを評価していたのだがな。事務所を出た俺の前に、厨房の料理人、中井など大勢の男女が集まっていた。すみれを気にしていたのは俺だけじゃなくて他にもたくさんいた。誰もが口々にすみれに戻ってきてほしいと言っていた。マネージャー自身は本人の意思を尊重してはいるものの、戻ってきてほしい口ぶりだった。もちろん俺だって思いは同じだ。どうにかならないだろうか。俺はすみれと出会ってからの日々を思い出していた。この半年間、俺はすみれに助けてもらってばかりだった。すみれがいたから辛い修行も耐えてこられたんだ。あの騒ぎの日だってそうだ。もしもすみれと出会ってなかったら、俺は途中でくじけていたかもしれない。何一つ恩返しできていないというのに、このままお別れなんて嫌だ。俺は決意した。すみれ本人を説得して、
店に戻って。違う。俺はもう一度すみれに会いたいんだ。桜山組とは地元に古くから根付いている暴力団だ。祭りに敵屋として関わっているので、昔から住んでいる人には馴染み深いそうだ。俺は花川に勤めるために引っ越してきたので知らなかったけど、地元の人に聞いたら教えてくれた。俺は繁華街にある事務所ではなく、組長の自宅に出向くことにした。そちらにすみれが居住しているらしいと聞いたから。そして今、俺は立派なお屋敷を前に足を踏み出せないでいた。門をくぐろうとしたのに、足が震えている。しっかりしろ。俺は自分に喝を入れるために両手で顔を叩いた。お前は花川にいたな。一体何の用だ？先日店にやってきた黒スーツの一人に出迎えられた。口調は至って普通で脅そうとしているわけではない。それなのにある種の凄みを感じる。もっともそれは俺の臆病さゆえかもしれない。でもここまで来たら退くわけにはいかなかった。すみれさんに会いに来ました。お嬢に？ちょっと待ってろ。門前払いされなくてまずはほっとした。花川ですみれと一緒にいるところを見られていたのが良かったのかもしれない。10分ほど待っていたら男が戻ってきた。なぜか3人に増えていた。迫力のある3人の黒スーツに囲まれた俺はびくついていた。このまま生きて帰れるのだろうか。大げさかもしれないけど、そんな風に思ったりした。来い。はい。屋敷に上がってから長い廊下を歩かされた。ヤクザの組長の屋敷なんて上がってみるのは初めてだ。意外にも殺伐としてなくて、掃除が行き届いているようで清潔感があった。縁側のある広いお座敷に通された。座卓を挟み、目の前に座っているのは着物を着た総髪の中年男性。彼こそが桜山組の組長であり、すみれの父親だという。腕組みして無言のまま、ぎょろっとした目で俺をじっと睨みつけている。すごいやつだ。まさにラスボスの風格。勇者ならぬ俺だけど、ここで目をそらしたら負けだと思った。カコンと庭の池から獅子おどしの音がした。それを合図にしたかのように相手が重々しく口を開いた。すみれは片木の衆に迷惑をかけたと言ってやめた。見習い風情のお前が今さら何のつもりだ？本来なら俺みたいな若造なんてお呼びではないのは分かっている。だけどここは勇気を振り絞らなきゃいけない。俺は膝の上に置いた手を固く握った。迷惑だなんて誰も思っていません。店のみんな、もちろん俺だってすみれさんに戻ってきてほしいと願っています。僕はすみれさんと半年間一緒に働いてきました。すみれさんは本当にすごいんです。仕事ができることはもちろん、お客様や同僚に対しての気遣いもできて、出来損ないの俺にも笑いかけてくれて、励ましてくれて、俺はすみれさんがいなかったらあの店にいられなかったでしょう。すみれさんがいたから頑張ってこれたんです。いや、そうじゃないんです。俺が嫌なんです。すみれのいない人生なんて、俺にとってすみれは女神であり天使で、かけがえのない俺の。お前面白いな。俺は途中からもう何を言っているのかわからなかった。気づかなかったが、最初はへの字だった父親の口元が次第に緩んでいた。ちょっと、もうやめて。いつの間にかすみれが立っていた。なぜか顔が真っ赤だった。おう、すみれ、蒲田とか言ったか。なかなか見どころのある青年だ。我が自慢の娘をよくわかっている。恥ずかしいって。父親の機嫌が良くなったところで、すみれが登場したのは後期だった。俺はすみれの方を向いて頭を下げた。一生のお願いだ。店に戻ってきてほしい。頭上げてよ。隣に腰を下ろしたすみれに対して、
俺は店に戻ってほしいと懇願した。すみれは困惑した顔だ。私がいるとみんなに迷惑がかかる。この間もたけるくんに怪我させちゃったし。でもあれはすみれが悪いんじゃない。すみれをかばって怪我したのなら本望だ。女性経験などなきに等しい俺がすみれを説得できるのだろうか。いや、ここで諦めるわけにはいかなかった。この気持ち、何としてでも伝えなければ。俺はすみれがいなきゃダメなんだ。俺のそばにいてほしい。焦るあまり、俺はすみれに近づきすぎていたようだ。俺は慌てて離れた。すみれは赤面している。いきなり肩をガシッと強い力で掴まれた。一緒に働くのは認めよう。うちに来るのも認めよう。だが、まだ嫁に行くのは早い。お父さん。一体何が起こっているのか。結婚を前提とした交際を申し込みに来たのではないのか。わしのすみれに不埒な気持ちで近づいたのなら承知せんぞ。父の勢いに飲まれた俺はつい叫んでいた。はい、すみれさんを一生大事にします。ほほう、命に変えてもかとなぜか挑戦的なすみれの父。困惑しているすみれ。俺は先走りすぎてしまったことを悟った。これじゃあまるでプロポーズのような。たけるくん、気持ちは嬉しいけど。すみれが口ごもりながら言う。俺は失恋を覚悟した。そういう大切なことは勢いじゃなくてちゃんとした時というか、できれば二人っきりの時に言ってほしい。すみれの言葉と態度で決して拒絶されたわけじゃないと分かり、俺は安堵したのであった。翌日マネージャーに掛け合ってすみれの復職は叶った。ただすみれの家のことが気になっていた。気軽に聞けそうになかったが、そんな俺は見透かされていたのだろう。自分から話してくれた。すみれは高校生の頃に祖父母と母親を相次いで亡くしていた。そのため家で家事全般をこなしていたという。周りは年上のいかつい大人の男ばかり。もともとしっかりした性格のすみれに度胸がついていったのも当然であろう。組員たちもすみれのことをお嬢であると同時に姉さんのように慕っていった。それでも若い女性だ。仕事が遅くなった日には父親が心配して迎えをよこした。あの日、俺が見た黒塗りの車はそういう状況だった。地元の中学高校では組長の娘であると知れ渡っていたので、寄ってくる男子は皆無。短大も女子ばかり。花川で働くようになって初めて親しくなった男の友人が俺であった。不器用ながら夢を抱いて懸命に働く俺を放っておけない気持ちになったという。ヤクザの組長の娘なんて嫌でしょ。すみれは言ったが、いくら気弱な俺だからといって見くびらないでほしい。嫌じゃないよ。ヤクザの娘って分かってて会いに来たんだから。俺がそう言うと、すみれは、ふふふ、たけるくんみたいに優しくて心が強い人が好き、と笑った。その笑みに俺は惚れ直した。今好きって？俺はあたふたしながらも改めてすみれに交際を申し込み OK をもらった。俺が狂気乱舞したのは言うまでもない。すみれと付き合うようになってから自信がついたのか、仕事も順調だ。前はなかなか言えなかったことがはっきり言えるようになった。お前変わったな。俺も負けてらんねえや。ありがとう。一緒に頑張ろうな。そして今、俺には夢が一つ加わった。将来自分の店を持つ。その店をすみれと一緒にやっていくことだ。夢を叶えるためには努力を重ねるのが大事だけど、それ以上に強い気持ちを持ち続けること。あの日、すみれの父に言った言葉は決して嘘や誇張ではない。俺にとってすみれはまさしく女神のような存在。そばにすみれがいてくれれば俺の夢はきっと叶う。そんな気がした。
何するの？痴漢。この人痴漢です。離れて。満員電車の中、彼女は震える声で叫びながら、全身を縮こませて、俺から自分を守ろうとした。確かに、言い逃れのできない痴漢なのかもしれない。びしょ濡れで、下着の透けている彼女を、近距離の壁ドン状態にして、動いたかと思えば今度は肩に触れ、濡れて体に張り付いたブラウス越しの胸へ顔を突っ込んだ男だ。何を言っても言い訳だろう。俺は終わった。だが、この事件をきっかけに、俺と彼女の仲は急接近することとなる。私、経験あんまりなくて、すぐに脱ぐから。俺の名前は松田誠。三流と言われる大学を卒業後、運よく今の会社の営業部へ入社できた。本当は、経理を希望していたのにな。が、入社してからずっとの口癖だ。というのも、俺は営業の仕事をするには、致命的な欠陥を抱えていたからだ。極度の上がり症、小さい頃から初対面の人や発表会が苦手だった。そして、そのまま大人になったのが俺だ。数字関係は得意分野だったので、コツコツと作業をできる経理を希望していたのだが、営業の人員増員とタイミング悪く入社が重なってしまい、今に至る。あれだけ緊張した面接で採用してもらえたのだから、文句は言えない。はぁ、胃が痛い。ココアって胃に良かったっけ？コーヒーよりはマシか。松田さん、主任がお呼びですよ。はい。俺は想像のつく上司の言葉を頭に浮かべてしまい、また痛み出した胃を軽くさすり、デスクへ向かった。絶対先日のことだろう。主任は、俺がデスク前に来るまでをじっと目で追いながら、到着すると、改めて腕を組み直した。松田くん、私が呼んだ理由わかってるよね。これが学生時代の校舎裏での話なら、どれだけ期待してしまっただろうか。いい大人になった今、期待どころか地獄の始まりだ。わかってます。はぁ、ほんと、入社して何年になるのよ。担当者が変わったから挨拶へ行っただけだったでしょ。1分で済ませられるわ。それを緊張しまくって逆に気を使わせたらしいじゃない。新人じゃないんだから。もっとドンと構えてくれないと営業は務まらないわよ。つい初対面だと緊張してしまいまして。営業マンがそんなんでどうするの？もう、私の仕事増やさないでね。以上。怒涛の正論攻撃が終わり、俺は自分のデスクへ戻った。気づかれないようにため息をつき、さっき買ったココアを飲もうとした。ココアテイストコーヒーって、呼ばれたことに焦って間違えた。さらに、力が抜けてしまった。ちらりと上司の方を見ると、すでにテキパキ仕事を始めている。上司。彼女は月山主任。彩色兼備という言葉がぴったりな女性だ。セミロングの綺麗な髪と、モデルのような体型と顔。いや、モデル顔負けだ。仕事をしている姿も本当に一枚の絵画のように感じてしまう。さっき説教されたばかりなのに、こんなことを考えていると変だと思われるかもしれないが、彼女は俺が唯一営業で良かったと思えたことだった。そう。完全に俺は月山主任に惚れている。だからこそ仕事で結果を出せない自分が情けなかった。そんな脳内反省をしていると、突然視界が遮られ、デスクがドカンと揺れた。ああ、俺一人の方が絶対効率いいってのに、なんで三流と組まねえといけないんだよ。ねえ、松田さんもそう思いません？自分のこと、そう思いますよね。あ、今日営業回りだったね。すぐ準備するよ。俺に毒づく彼は、杉村くん。さっき揺れたと思ったのは、杉村くんがカバンを俺のデスクへ投げ置いたからだった。杉村くんは、俺に対して常にこういった感じだ。
後輩だが、いわゆるエリート。自信の塊。俺を馬鹿にするのが趣味だと思うくらい日々のことだ。おっさんのおもりも面倒だよな。運転はやってくださいよ。松田さんの唯一の資格でしょ。ちゃんと俺のために使ってくださいよね。俺は会社背負ってるんすから。はは。俺はそそくさと車用車に乗り、後部座席に彼をピックアップして営業に出た。今日は大手顧客、百貨店への営業だったため、主任命令で二人で行くことになったのだが、車内でも杉村くんの愚痴は止まらない。帰ったらちゃんと主任に言っときますわ。逆に邪魔だって。松田さんのことですよ。前の役立たずっぷり、やばかったですもんね。大の大人があんなに緊張するもんかってビビりましたよ。営業向いてないな。緊張して移動希望も出せないのか。俺がツッキーに言ってやりますよ。松田さんここじゃお荷物なんでって。杉村くん、主任なんだから、そういう呼び方は良くないよ。少しの沈黙の後、彼は足を組み直すと同時に助手席を蹴った。驚いてバックミラー越しに彼を見ると、こちらを見下す体勢でニヤニヤと笑っていた。くったらねえな。松田さんってまずいんすね。説教を食らうたびに主任に惚れたとか、変態じゃん。ろくに仕事もできない奴が、それでも会社を辞めない理由。それは、上司が大好きだから。キモすぎ松田。しょっちゅう主任のこと舐め回して眺めてますもんね。バレバレだから。ちょっと、勝手に話を作らないでくれよ。俺は動揺してしまい、つい運転の手がおろそかになり、車が揺れてしまった。運転くらいしっかりできないのかよ。さっさと営業抜けてくれないですか？月山主任とあんたじゃ住む世界が違うってわからないですかね。主任もそう思ってるけど諦めてるんすよ。淡々と俺への愚痴をスマホをいじりながら杉村くんはつぶやいていた。今起きていることを SNS に書き込んだりしているのだろうか。そんなことはどうでもよかった。それより月山主任もそう思ってる。自分を馬鹿にされた言葉の数々より、その言葉に、俺は一番心をえぐられていた。月山主任は、杉村くんとは違う。そう信じていた。営業周りは杉村くんの独壇場。俺は頭のもやを払いきれず、いつも以上に上がってしまい散々だった。翌日、その日は朝から突然の雨が降り出した。天気予報でもそんなことは言っていなかったと思うが、通勤ラッシュに突然の雨で、駅のホームは全身濡れたスーツの人で溢れていた。俺もその中の一人だったが、気持ちは雨の方へ向いていた。昨日はすべてが散々だった。社に帰ってから、杉村くんは顧客の感触を主任に伝えていた。その中に、俺の名前は一切出てこなかった。だからか、月山主任に、松田くんは？と聞かれたとき、俺が答える間もなく彼は、さあで終わらせてしまった。なんとも言えない顔で、月山主任から見られた俺は、頭を下げるしかできなかった。主任は、どう思ったのだろうか。わからないことを考えても仕方ない。今日はちゃんとココアを飲んで、頑張ろうと思い直したとき、ちょうど電車が来た。全身濡れた人たちが詰め込まれた車内は、無して最悪だった。俺は乗り込む直前にジャケットを脱いでいたが、あまり意味はなかった。髪も一応セットしてきたのに、もうどうしようもない。車内の揺れのまま動き、ドア付近に押され、少し周りの風景が変わった時だった。目の前の人が女性に変わった。俺はとっさにカバンと服を両手で抱え、女性に触れないようにした。危なくないなら目もつむりたかった。その女性を見てはいけない。とっさにそう思ったのだ。なぜなら、その人も濡れていたが、相当振られたようで、上の白いブラウスが完全に透けていたからだ。いや、白だろうと思っただけで、肌色と言ってもおかしくないほど濡れて、肌に張り付いていた。さらにその状態で、彼女はドアにもたれる体勢で体は俺の方へ向いていた。見てはいけないと思っても、
瞬間に目に入った姿が即脳裏に焼き付いている。手が動かせない体勢になってしまったようで、胸を突き出すようになっていた。ブラウスは透けて張り付き、下着が完全に見えている。ピンク色のレースまで透けている。彼女は自分の姿に気がついているのかいないのか、目をつむっている。マジか。雨に濡れて、あられもない姿で目の前にいるのは、月山主任だった。今の主任に声はかけられないと思いつつ、だんだん周りの目が彼女へ向いているのに気がついた。このままでいさせるわけにはいかない。とにかく、彼女を隠さなければと、焦った頭で考えた。もっといい答えがあったかもしれないが、俺は手元のジャケットを彼女にかけようとした。まず、見えなくなれば、あとはどうにでもなる。見ないように、触れないように必死だったが、急ブレーキがかかり、俺は思わず手をドアについてしまった。倒れ込まないようにぐっと足を踏ん張り体勢を戻そうとした。それがいけなかった。雨で滑りやすくなった車内で踏ん張ることはできなかった。俺のジャケットを持った方の手は、月山さんの肩を思いっきり掴んでしまった。それはさらに焦りを生み、俺の顔は彼女の胸へ渦まった。真っ白になった思考で、とにかく顔と手を離さなければと思ったが、遅かった。いや、何するの？痴漢。この人痴漢です。胸から顔、離れて。満員電車の中、彼女は震える声で叫びながら、全身を縮こませて俺から自分を守ろうとした。確かに、言い逃れのできない痴漢なのかもしれない。びしょ濡れで、下着の透けている彼女を近距離の壁ドン状態にして、動いたかと思えば今度は肩に触れ、濡れて体に張り付いたブラウス越しの胸へ顔を突っ込んだ男だ。何を言っても言い訳だろう。俺は終わった。どうしてこうもうまくいかないのだろう。俺の手を横にいた男性が掴んで何かを言っている。崩れて顔を隠している前髪から水滴がポタポタと落ちていた。背中越しから突然女性らしき声が聞こえてきた。私、見てました。あなた、下着丸見えだからどうしようと思ってて。やだ。やはり主任は気づいていなかったようだ。俺は自分の置かれている立場も忘れて、ジャケットを広げて月山さんに投げた。この人が、ずっとカバンを抱えて、あなたに触れないようにしてたのも見てました。でも電車が揺れて、そのせいだと思います。勘違いだったらごめんなさい。お知り合いじゃないんですか？その言葉を聞いて、月山さんはじっと俺を見てきたが、わからないようだった。無理もない。普段は後ろや横に流している長い前髪が、今顔を覆い尽くしているのだから。俺は伏し目がちのまま、前髪を横へかき分けて前を見た。松田くん？はい。そうこうしているうちに、降りる駅へ着いた。俺たちはすみませんでしたと頭を下げながら、同じ駅だった。証言してくれた女性に散々謝罪とお礼を言い、ホームのベンチへ座った。気まずい空気を月山さんが動かした。本当にごめんなさい。私、松田くんにとんでもないことを。もう済んだことですし、気にしないでください。それより主任、少しの間、あの車両、やめた方がいいかもしれませんね。大丈夫。普段は少し後の電車だから。って、松田くんの方が乗れないわ。それこそ大丈夫ですよ。主任が気づかなかったんですから、顔見た人いないでしょ。俺はそう言いながら、鬱陶しい前髪を適当に後ろへかき分けた。松田くん、もしかしてだけど、私にこのジャケットをかけようとしてくれたの？ブカブカで袖の余ったジャケットを持ちながら、月山主任は目と声で問いかけてきた。だって、あんな主任の姿見せられないですもん。声かければよかったのかもしれないですが、焦っちゃいましたね、相変わらず。はは。ありがとうね。ジャケット今日借りててもいいかな。なかなかブラウスが乾かなくて、今日はずっと会議で替えを買いに行く時間もなくて。はい、
大丈夫ですよ。どうぞ。少し長く居すぎたため、早足で会社へ向かった。みんな、やはり濡れた格好になっていたが、月山主任は特にひどい気がしてならなかった。俺はデスクワークの休憩がてら、ある人へ連絡を取ることにした。もしもし、さくらちゃん？誠？会社はどうした？今、仕事の休憩中だって。あのさ、女性のスーツってだいたいサイズどのくらいなの？さくらちゃんに背丈は近いと思うんだけどさ。女のスーツ？なんでってまあ、誠はわけなく変なことしないか。私と同じなの？多分。さくらちゃんとは松田さくら。俺の姉だ。フリーのイラストレーターをしていて、昔から俺の唯一の理解者だ。まあ、9号でいけるんじゃないかな。私が7か9だし。サンキュー、さくらちゃん。また事情教えなさいよ。俺は昼休みを使ってスーツショップへ行った。どうせなら一式買った方がいいと思い、さくらちゃんの教え通り9号で揃えてもらった。余計なお世話かもしれない。サイズが合わなくて不格好かも。一回着たら捨てられるかもしれない。それでも月山主任が風邪をひくよりはマシだ。俺は誰もいないのを確認し、主任のデスクの下へスーツの入った袋を置いておいた。午後もまたデスクワークだった。一日デスクワークだと、肩は凝るが余計な嫌味を聞かなくて済むので、気が少し楽だ。そんな時、メールが届いた。社用アドレス、月山主任からミーティングルームへ集合？スーツやっぱり余計なお世話だったのか？俺は気が気じゃなく、謝るためのありとあらゆる言葉を考えながら、ミーティングルームへ向かった。電気もつけずカーテンも閉め、月山主任はそこにいた。急に呼び出してごめんなさい。鍵閉めてくれる？はあ。鍵がかかったのを確認すると、手招きで月山主任は俺を呼んだ。何かの説教を受けるんだと思ってきたが、もうよくわからない。混乱している俺の目の前に、月山主任はさっと袋を突きつけてきた。あのスーツの袋だ。これ、松田くんだよね。主任に風邪ひいてほしくなくてですね。君って人は、私のせいであんな目にあったのに。本当に助かったわ。ありがたく着させてもらうわね。ほっと胸をなで下ろし、はいと言おうとしたと同時に、主任はとんでもない行動に出た。ボタン外すのも一苦労よ。まだ乾かないの。今度こそ、俺はとっさに判断し、回れ右をした。月山主任には俺が見えていないのだろうか。俺がまだいるこの場で脱ぎ始めた。出ていくべきだ。けど、開けた瞬間誰かが入ってきたら、外からの鍵は持っていない。考えれば考えるほど、行動はできなくなった。そんな俺をよそに、独り言を言いながら、主任は着替えているようだった。体、ハンカチで拭くしかないかな。こんな格好でいたなんて、私もバカだね。もう全部脱いで一回拭いちゃおう。月山主任は、俺の耳が見えていないのだろうか。その想像力が勝手に働いてしまう独り言を、今すぐやめてくれ。願い虚しく、もやもやさせられているうちに、着替えが終わったようだ。名を呼ばれて、俺は、恐る恐る振り返った。松田くん、どうかな？大丈夫です。透けてない。ちょっと、その言い方はないでしょ。それよりスカート、後ろ濡れてない？大丈夫です。そろそろ心臓が持ちそうになかった。にしても、松田くん、レディーススーツのサイズなんてよく知ってたわね。それは、さくらちゃんに聞いたので。さくらちゃん？月山主任は急に黙ってしまったが、俺のジャケットを丁寧に畳み、さっきの袋へ入れた。この服、クリーニングに出してすぐに返すわね。そんな、いいですよ、そのままで。帰ってスプレーしておけば大丈夫ですから。では、俺は仕事に戻ります。無事着替えられて、これで十分だ。スーツを喜んでもらえて十分だ。
畳まれたジャケットを抱え、俺はミーティングルームを出た。少し自分を落ち着かせるため、まだ少し湿ったジャケットを羽織り、車内自販機横のベンチに腰掛けた。窓は閉まっていたが、ほんのり花のような香りがしてきた。いい香りだな。あ、ジャケットからか。さっきまで月山主任が着ていたことで、彼女の香りが移ったのだろう。そう考えると、少しドキドキして、頭もクラクラするような気がした。スプレーは明日の朝までしないでおこうかな。行楽日和というのだろうか。会社勤めの癒し、週末がやってきた。俺は久々に自分の車を走らせていた。今週はほんと忙しかったよ。頭は重いし、朝起きるのも一苦労だったし、なんだか体がだるい。誠、運転変わろうか。ペーパーだけど。大丈夫。温泉に浸かれば大抵治るさ。俺は週末、さくらちゃんと一緒に実家へ向かっていた。本当は仕事で疲れてるんだ、とか言ってみたいところだが、繁忙期の忙しさは子供の頃から見てきた。そう。俺の実家は老舗の温泉旅館なのだ。繁忙期の週末はこのように手伝いに呼ばれる。今週は本当に色々ありすぎたからだろうか。どうも疲れが取れていないが、前から行くと言っていたので仕方なかった。で、9号の姫はどうなったのよ？スーツのこと？ありがとうね。無事サイズ合ってたみたいだよ。いやいや、ついに来た弟の春を姉は応援したいわけよ。今日連れてきたらよかったのに、Q ちゃんさ。Q ちゃんってやめてくれよ、もう。月山主任に関してのいろいろなことを思い出してしまったからだろうか。顔が熱くなる。さくらちゃんにからかわれているうちに、あっという間に実家へ着いた。さてと、気合い入れるか、弟よ。今日は宴会場使うらしいからね。団体客か。俺とさくらちゃんは家に荷物を置き、旅館へ向かった。すると、俺たちを見つけた母が大急ぎで駆けつけてきた。誠、あんた、言ってくれたら手伝いしろなんて言わなかったのに。母さん何の話？あら？でもあの会社の名前って。母から話を聞いた後、俺はさくらちゃんと別れて宴会場へ向かった。どういうことなんだ？準備はまだ始まっていなかったが、ご一行様の名前はすでに書いてあった。俺の会社の名前だ。入り口の方が賑やかになってきた。どうやら散策に出ていた団体客が今帰ってきたようだ。同じ名前なだけかもしれない。だって今までも行事に参加はしてこなかったが、ちゃんと案内は来ていたんだ。なんで松田さんいんの？怖っ。聞こえた声で、なんとなく察しがついてしまった俺は、冷静を装って振り返った。そこには、ラフな格好をした杉村くんがいた。たまたま？それともどっかで聞いて、のこのこやってきたとか。いや、それなら、今一人なわけないか。めんどくせ。予定が狂ったと、ぶつぶつ杉村くんが俺を睨みつけているところへ、月山主任がやってきた。あれ？松田くん、来れたのね。不参加だって聞いていたから。主任、そうなんですよ。なんか急に来れるようになったみたいで。松田さん、せめて連絡は入れてほしいんですけど。松田くん、連絡なしで来たの？もう、いくら焦っちゃう性格だからって、そこはしっかりしないと。まあ、でも、せっかく杉村くんが主催してくれたんだから、切り替えて楽しみましょう。俺は、目の前で広げられている芝居を見ている気分になっていた。つまり、杉村くんは俺を除いた親睦会を開いたのだ。まさか場所が俺の実家だとは思わなかっただろう。目に浮かぶようだった。来週会社へ行ったら、みんなこの旅の話をするだろう。その時俺は初めて知ることになる。そして、そんな俺をいつも以上に馬鹿にするつもりだったのだ。ここで彼を問い詰めても虚しいだけだ。俺は気にせず話を進めた。違うんです。ここ、俺の実家で、その手伝いがあって来てるんです。
ここ、松田くんのご実家？あはは、ちょうどよかったですね。いや、超偶然。なら、松田さんは俺たち側じゃなくて、接待してくれる側だ。同じ場所にいるのは一緒っすしね。さ、主任行きましょう。松田さん、精一杯サービスしてくださいよ。月山主任は何か言いたげな顔をこちらへ向けていたが、杉村くんに背中を押されて言ってしまった。俺はいつものことだと言い聞かせ、桜ちゃんの元へ戻った。いつもの杉村イズムが、今回は規模がでかかっただけだ。そう言い聞かせていたのに、俺は桜ちゃんに話してしまった。そんな偶然あるのね。てかそいつ何なわけ？誠をハブにして親睦会？嫌味の塊じゃんか。まあ、そういう人もいると思って諦めてるよ。腹立つな。うちの誠をバカにしやがって。料理減らしてやろうかしら。相手にすんじゃないよ。誠は厨房にな。大丈夫。俺手伝いに帰ってきたんだから、ちゃんと親孝行するよ。誠、あんた男になったね。さくらちゃん、急にハグやめてくれよ。苦しい。唯一の理解者の姉からパワーをもらい、俺は宴会場の仕事へ入った。営業部と企画部合同らしい。みんなあっという間に酒が入ってかなり盛り上がっている。月山主任は企画部の主任と仕事の話でもしているようだ。おーい、接客係さん。瓶溜まってるよ。持って行って。早くね。はい。どこ行っても何やっても三流だな。笑えね。実家の仕事もまともにできないんじゃ、行くとこないよあんた。他に聞こえない程度の声で、杉村は言ってくる。何かにつけ呼んでは、俺をバカにしてきた。パタパタと行き来しているとき、月山主任に声をかけられた。浴衣姿もよく似合う人だ。疲れが吹き飛んだ。そんな俺を心配そうな顔で主任は見ている。松田くん、今ちょっとここ離れられる？俺は大丈夫ですが、主任は。俺の返答を聞くや否や、主任は俺の手を引き、今は誰もいない渡り廊下の曲がり角へ連れてきた。松田くん、大丈夫？なんだか顔色悪いみたい。そう言うと、主任は俺のおでこに柔らかい手のひらを当てた。杉村くんって、ちょっとあなたのこと呼びすぎよね。はは、これが仕事なんで。心配ありがとうございます。俺はそう言うと、恥ずかしさのあまり顔を背けた。ねえ、もしかして何かあった？急に企画されたから松田くんと話す間もなかったけど、さっきの杉村くんとの会話、引っかかってて。俺は正直迷った。本当のことをもう言ってしまおうか。けれど、嫌な思いをさせたくもない。考えを巡らせていると、月山主任がボソッとつぶやいた。そもそも、松田くんが来ないって分かってたら、来なかったわ。でも、会えたしいいか。松田くんって、こういう仕事の時は緊張しないのね。慣れてるからですかね。慣れか。うん、じゃあ戻るわ。無理しちゃダメよ。何度もこちらを振り向きながら、主任は先に宴会場へ戻っていった。全員揃わないならって意味だよな。俺がいないなら来なかったって。ついでに、湯上がりの香りで心臓はバクバク。また頭がクラクラしてきた。最近の月山主任は、ほんと心臓に悪い。松田さん、ビール切れてますよ。早く仕事してくださいよ。はい。俺は限界まで瓶ビールを抱え、急いで杉村くんのいる集団へ向かった。空の瓶を片付け、会釈して立ち去ろうとした時だった。松田さん一生懸命ですね。俺感動しましたよ。出来損ないでも努力すればなんとかなるんだなって。きっと、あなたはここが一番生き生きとしていられる場所なんですよ。だから、会社すぐ辞めて OK ですからね。あんたが辞めても誰も困りませんから。俺は無言で立ち去ろうとした。杉村くんは、そんな俺を見て何か考えている様子だった。ろくなことではないと察したが、突然、杉村くんが立ち上がり、宴会場全体に響く声で話し出した。皆さん楽しまれてますか？
ここらで一つ、余興なんてどうですか？なんだなんだと、みんな拍手で次の言葉を待っている。杉村くんは、なぜか俺の腕を掴んで離さない。実はこの旅館、営業部のエース、松田さんのご実家なんです。そんな運命記念、エース松田 VS 幹事の私、杉村で、一勝負したいと思います。予感が当たってしまった。きっと、さっき思いついたのだろう。気がつけば、俺は杉村くんと共に宴会場の舞台に立っていた。桜ちゃんの今にも飛びかかりそうな顔と、月山主任の心配そうな顔が見える。何を始める気なのかわからないが、俺は緊張で汗が滲んできていた。先輩突然すみませんね。けど、せっかく会えたんですし、一緒に楽しみましょうよ。普段おとなしいんだからさ、この大勢の前でエースの底力っての見せちゃってください。ああ、俺勝てる気しないわ。逃げんなよ。逃げようがない状況にしておいて何を言っているんだ。そして何をさせる気だ。考えれば考えるほど緊張してくる。こんな大勢の前で、月山主任の前で。せっかくだし、何かご褒美があった方がいいか。そうだ、勝った方は、我らが月山主任とお月見デート。どうですか？松田さん、主任。私、そんなのやるわけ。せっかくの親睦会ですよ。別に旅館でコーヒー一杯一緒に飲むくらいですって。ね、盛り上がるからお願いしますよ。みんなは杉村くんに乗せられて盛り上がってしまっている。月山主任もさすがに断りきれなかったのか、コーヒー飲むだけなら、と了承してしまった。場内は大盛り上がりだ。よーし、松田さんもいいですよね。緊張がどんどん大きくなる。だが、少しの時間であっても、彼と主任が二人っきりになるのを想像するだけで嫌だった。やるよ。もう一度月山主任の方を見た。目が合った彼女は、笑顔でこくりとうなずいた。不思議だった。好きな人と目が合えば、いつもの俺なら上がり症が爆発していただろう。けれど、さっきの主任の笑顔には、大丈夫だよと背中を支えてもらった気がした。ゲームは簡単。数学です。暗算勝負。お互いに2桁までの数字と、それを足した数を言い合って、間違えたら負け。勝負でややこしい数字にするか、乗り切るために1桁を言うか。冷静さが大切ですね。松田さんの得意分野かな。山本、計算係しろ。はい。新人の山本くんは、そそくさとスマホ電卓の準備を始めた。皆も自分のスマホを出してきている。数学。数は俺の得意分野だ。落ち着けばなんとかなるはず。そんな時、周りの話し声が聞こえてきた。なあ、確か杉村って中学の時数学全国大会で優勝したはずだぜ。ああ、頭いいやつしか入れない数学団体に誘われたとか言ってた。超有利じゃん。余計なことを聞いてしまい、手汗が出る。杉村くんの得意分野にまんまと入れられてしまった。だけど、俺は月山主任のあの笑顔に必ず応えると決めた。じゃあ、スタート。ハンデいただきますよ。10。13で23。50で73。49で122。淡々と始めはしていたが、数字が大きくなっていくにつれて、杉村くんは余裕なさげな顔になり、自分で言う数字は一桁になっていた。自分には余裕がないと、周りに宣言しているようなものだ。簡単なゲームのはずが、宴会場全体が息を飲む状態になっていた。98で6865。6で6871。77で6948。俺が大きい数字を続けるので、どんどん数が跳ね上がる。みんなが俺を見ていた。杉村くんにもそれは分かっていたのだろう。彼が俺を睨みながら、2桁の数字でコールした時だった。あ、杉村さん、間違いです。くそ。松田さんの勝ちです。
まるでタイトル戦を勝ち取ったような大きな拍手喝采が起こった。自分に向けられているのになぜかぼんやりした気分だ。みんな盛り上がりすぎだから、こんな数学でもない算数のやりとりっすよ。仕事に全然関係ないし、これ営業先で披露してもドン引きだし、酒も入ってたし、そこつけ込まれちゃったかな。作詞じゃないですか、松田さんよ。杉村くんは自分へのフォローと俺への嫌味を言ったが、周りの反応は違った。いや、超盛り上がりましたよね。俺途中から諦めたもん。松田さん、頭いいキャラだったとかびっくり。しかも、ポンポン答えてたよね。あんな落ち着いた感じの松田さん、初めて見たかも。そんな中、勝ち誇った笑顔で立ち上がったのはさくらちゃんだった。うちの弟、なかなかやるでしょ。ちっとばかし緊張屋で上がり症ですけどね。ほんと出来のいい自慢の弟なのよ。学生時代は数学の先生顔負けの頭の回転の速さ。大学は極力早く帰りたいからって近くのとこにしたけど、数学の学会に参加したり、大学院から声かかったり。そう。俺は昔から計算だけは早かった。小さい頃から実家の手伝いをしているうちに、誰よりも早く計算ができるようになっていたのだ。ただ、テストや大会などになると緊張してしまい、結果を残せなかったが、落ち着けば超すごいのよ。会社の皆様、分かってもらえたかしら？弟の凄さが。それにね。さくらちゃんの俺自慢が止まらなくなり、止まっていた緊張が再び吹き出した。さくらちゃん、恥ずかしいから。皆さん、ありがとうございました。ゆっくりお楽しみを。失礼します。俺は一気に上がり症が爆発したのか、クラクラしてきた頭を押さえながら、さくらちゃんと会場を出た。杉村くんは、みんなに何か言っていたようだが、拍手の波で、俺には聞こえなかった。はあ、頑張ったね、誠。少しは誠のこと、会社の人たちに伝わったかな。にしても、あいつ悔しそうだったね。誠の勝ちだ。誠？さくらちゃんの声が遠くなる。ああ、月山主任は見ていてくれただろうか。あの時の笑顔のお礼を言いたかったが、そこで俺の記憶は途切れた。目が覚めると、俺は客室の一室で寝ていた。頭には冷えたタオル。頭がぼんやりして理解が追いつかなかった。起きた？風邪決定だね。ゆっくり休みなよ。ああ、体がだるかったのはこれか。ごめんね、さくらちゃん。おそらく、あの雨の日からだったのだろう。俺は徐々に体調を崩していたらしい。道理で頭がクラクラしていたわけだ。月山主任とのいろいろで熱が上がってるのだと思っていた。いや、それはそれで別の熱が上がっていたと思う。さくらちゃんが出て行ってしばらく経った頃、ぼんやりと目が覚めた。夢と現実の狭間のような、ふわふわした気分だ。体は少し楽になっている気がするから、やはり夢なのかもしれない。すっと襖が開き、誰かが入ってきた。松田くん、起きてるかな？この声、月山主任か？ということは、やはり夢だ。起きてますよ、月山主任。あ、無理しちゃダメじゃない。ほら、しっかり布団入って。他に欲しいものはない？ほんといい夢だ。夢くらい、わがままもいいだろう。主任、月山さん、水飲みたい。やっと主任って言わなくなった。遅いのよ、まったく。お水ね。少し待って。夢とはいえ、慣れ慣れしく呼んでしまった。夢の月山さんは、驚くほど優しかった。いや、月山さんは優しい人だ。視界はぼんやりしているが、綺麗な笑顔がこちらを見ている。と、その時だった。これは夢だから、俺の願望なのだろうか。月山さんは、俺を艶めかしい目つきで見つつ、背中に手を回した。ほどけた紐がふわっと舞い、服が肩から少しずり落ちた。もう少し待ってね。
私経験あんまりなくて、すぐに脱ぐから。俺は相当熱があるのだろうか。ぼやけた視界の中で、ゆっくり動く月山さんは、今度は肩に手をかけ、すでに少しずり落ちている服を、ゆっくり片方ずつの肩からずらしていく。両方胸元まで落ち、月山さんがすべてをあらわにしようとしたとき、俺は限界を迎えた。ちょっとさすがにダメです。松田くん？俺はとっさに起きて、彼女の服を持ち上げていた。抱きつく形になってしまったが、なんだかやたらと感触があるというか、月山さんの息遣いを首筋に感じる。あれ？夢じゃない？何言ってるの？ほら、ちゃんと見て。俺はゆっくり体を離し、月山さんを見た。月山さんが脱ごうとしていたのは、うちの旅館の割烹着だった。下にはちゃんと服を着ている。これ、特注なのね。簡単なエプロンしか着ないから慣れなくて、一度脱ごうとしたのよ。ほら、お水用意するからお布団戻って。俺はなんて恥ずかしい想像をしていたんだ。恥ずかしすぎて、彼女の顔を見られなかった。すみません。月山主任、なんでそんな格好を。こら、主任はなしでしょ。お姉さんに頼んでね。お手伝いさせてもらっていたの。さくらちゃんって、お姉さんだったのね。まったくもう。俺は、月山さんからもらった水を一気飲みした。月山さんは、そんな俺を見ながら、ポツポツと話し出した。この親睦会、松田くんに声かかってなかったんだってね。山本くんから聞いたわ。気づかなかったなんて、ほんと上司失格よね。いいえ、私に杉村くんを責める資格なんてないわ。松田くんにきつく当たってたのは、私も同じだもの。そんな、俺が仕事できないのは本当ですし、俺がそう言うと、俺のすぐそばまで顔を持ってきて、月山さんはさらに俺の目を見ていった。そんなことないわ。あなたは素敵な人よ。影で気遣いができる人。自分より他の人を優先してしまうくらい優しいの。あの電車の時だってそうだったわ。それに仕事だって、上がり症かもしれないけど、丁寧さは顧客からも評判なのよ。杉村くんの後のフォローをしてくれてるのもわかってる。契約内容の詰めだとか、日程のフローチャート作りとか、よりいい提案も添えてくれてたりしてるわよね。はい。松田くんがやってくれてるって分かってたのに、もっと自信を持ってほしくて、私説教ばっかりして、ごめんなさい。月山さんは下を向いたまま動かなくなってしまった。俺のことをそんな風に見ていてくれたなんて知らなかった。やっぱり、俺があの日心を奪われた女性は、思った通りの人だったんだ。月山さん、ありがとう。顔を上げてください。ゆっくり顔を上げた彼女は、俺の服をつかみ、泣きそうな顔をしていた。気持ちを、思いを伝えたい。この気持ちは熱のせいだろうか。気がつくと、俺は彼女の肩へ手を乗せていた。俺、営業部に入ってすぐに、結構もう心折れてたんです。緊張屋の俺には無理だって。ビルの陰でサボってココア飲んでました。その日は雨だった。その時、傘もささずに女性が走ってきました。その人はきっと泣いていたんだと思います。ずぶ濡れで下を向きながら悔しいと言いながら地団打を踏んでいた。でも、その後思いっきり上を向いて、雨に顔を打たれながらにっこり笑って戻っていったんです。その時、わかりました。その人、その強い心の人は月山さんだったんだって。俺の服を掴んでいる月山さんの力が強くなった気がした。俺は、何？すぐそばで月山さんは俺を見つめていた。心臓がバクバク動き出した。緊張して手汗が出てくる。もう布団に逃げ込んでしまいたかった。けれど、彼女から目が離せない。すると、月山さんは、俺にさらに近づき、耳元で囁いた。俺は、何？
鼻がなすり合いそうな距離だ。このまま口を動かすと。けれど、もう俺の頭は緊張も何もなくなっていた。月山さんを話したくなかった。俺は、あの日からずっと、あなたに惚れています。それで？俺だけの人になってくれますか？うん。あなただけの人にして。それからの時間は、長かったようで、短かったような気もする。大げさだが、初恋が実ったというのだろうか。恋愛経験がほぼないことをよくからかわれたが、この幸せな時間のためだったんだと思えば、何もかもに感謝したかった。翌朝、今度は月山さんが風邪をひいてしまった。すみません。うつしてしまいましたよね。それとか、もろもろかしら。松田くんお水。すぐに。この後お粥を作って。いや、重湯の方がいいだろうか。癖で順序を組んでいると背中を引っ張られ、月山さんが寝ている布団に倒れ込んでしまった。情けない格好になった俺の方をつねって、笑いながら彼女は言った。ちゃんと責任取って看病してね。彼女の攻撃に、俺はまた熱が出たような気がした。松田さん、今日こことここの予定なんですけど、このアプローチどう思います？悪くはないよ。これにプラス、この情報でさらに説得力が増すだろ。新規開拓は大変だけど、顔をまず売ると思って気楽に行こう。うっす。あれから数ヶ月経った。俺は主任補佐、つまり次期主任候補としてみんなの仕事を回している。緊張は相変わらずだが、みんなが信頼してくれていることと、そばにパワーの源がいてくれると思うと、不思議と気合が入った。こんなにいい部署だったんだなと、気づけてよかったと、本当に感謝している。一方、杉村くんは、あの一件以来、誰からも相手にされなくなってしまった。もちろん、仕事もうまくいくはずもなく、完全に孤立してしまったのだ。そして、人事から呼ばれ、彼の地方への移動が決まり、消えるように彼は去っていった。俺が心配しても、杉村くんは喜ばないだろう。ただ、彼にも人生を変えてくれるような出会いがありますようにと少しだけ祈った。今日は仕事が早く終わり、俺は直帰し部屋着に着替えていた。いや、今までも直帰だったのだが、それ以上に駆け足で帰ってきた。いい大人がスキップに似た足取りなんて恥ずかしいが、毎日そんな気分なんだから仕方ない。キッチンの方からいい香りと優しい声が聞こえてきた。仕事、順調みたいね。まだまだ緊張はしますけどね。はは。フライ返しを持った月山さん。いや、月ちゃんがずいっと顔を寄せてきた。敬語、じゃないでしょ。アート、ちゃんとできてるんだから、自信持って。うん。俺たちは先月から同棲を始めている。月ちゃんは本当に料理が上手だ。これもまた、俺のパワーの源になっている。キッチンに立つ彼女を見ていると、未だに不思議な気持ちになる。あの時、一目惚れしてからこんな未来が待っているなんて、思ってもみなかった。今日ね、社長との会食だったの。久々に緊張しちゃった。でも不思議ね。誠が頑張ってるって思うと、パワーが湧いてくるの。気がつくと、俺はキッチンの彼女の元へ行き、後ろから抱きしめていた。危ないよ。俺も月ちゃんがいるから頑張れるんだよ。もう。フライパンから焦げた香りがしてきた。俺たちはどちらともなく火を消し、笑い合った。自分で自分を知ることは難しい。ダメな部分ばかり見てしまう人が多いんじゃないだろうか。自信のつけ方は人それぞれだ。上に目指すものを作るか、下を見下すか。わからなくなったら横を見てみるといいかもしれない。ひょっとしたら共に進める人がいるかもしれない。その出会いはきっと一人では見つけられなかった素敵な自分を教えてくれるはずだ。